盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4世4代目北谷隆一です。今回のテーマは用土の違いでね何が変わってくるかと、今回赤玉と桐生砂でお話ししていこうかと思うんですけど、その前にちょっとだけお時間ください。今無料のメールマガジン定期的に届くものがあります。概要欄の方からねメールアドレスで登録するだけで届きますんで、そちらも、見てみてくださいということで、では本題に戻ります。盆栽ってねそもそも普通に鉢に入って、木がそこにあるんですけど、用土ねその何かに植わってますよね。その土というか砂というか、それがなかなかね全く知らないという方には何を使ってその盆栽生きてるの、何に植わってるのみたいなとこからあると思うんですけど、大体一般的によく言われるのが赤玉土っていうのがかなり、多いですね。シェアとしては多分僕の感覚ですけど、赤玉がかなり主役的なところで使われてて、あと僕のいるこの香川県あたりだと普通のって言っていいかな、花崗岩が砕けたような砂だと思う、石の粒ですね、小さい石の粒、大体3ミリ前後ぐらいなんですけど、そういう石の粒の砂と、赤玉土を混ぜて、鉢の底の方にちょっと荒っぽいねまた違う砂入れたりもするんですけど、そういう砂赤玉とかで構成されたもので、盆栽が生きていくということになってるんですけど、先ほども言いました通りその赤玉がかなり主流なんですが、本当に赤玉じゃないといけないかどうかっていうとそうでもないんじゃないかなというふうに思いましてですね、ちょっといろいろ試しては見てるんですけど、結論から言いますと赤玉に限らなくても盆栽はねやりようによってはいろんなやり方があるということも言えるんですけど、ちゃんと育ちます。赤玉でないとダメということはないです。その辺を今日はちょっとね、分かりやすいところで赤玉と桐生砂っていうのもよくね赤玉に次いでよく出てくる砂なんですけど、そのあたりのお話をしていこうかなと思います。ちなみに赤玉、これちょっとこっち来られますかね。こちら赤玉なんですけどちょっと邪魔なんか多いのでこっち持ってきます。こちらがね赤玉土高級赤玉土って書いてますけど栃木県産でね、通気性排水性、保水性もあるね、保肥性とか単なる石の粒に比べたらやっぱり中にね染み込んでいったり水分とか栄養分が染み込んでいくみたいなんで、普通の砂とはまた違いがあるような感じで、でこれの中身なんですけどが実際に出してみたところこれですね。ちょっと茶色な感じで赤玉のメーカーによって硬さはバラバラなんですけど、この子でも硬い方なんですけどやっぱグッとね力入れると粉々にはなります。ですごい硬い赤玉でも多分力の入れ具合の差はあれどやれば潰れます。中にはねすごく柔らかい赤玉も実際あったりするんで、そこはなるべく硬質硬い質の赤玉を選んだ方がいいかなと思います。こちらが桐生砂ですね。群馬県の桐生の方で採れた砂ということで、こちらも保水性排水性通気性あって、保肥性があるかどうかぐらいですね。ここもやっぱ赤玉と同じで普通の石の粒では中に水が通らないとこを水とかね空気通してくれるっていうそういう利点がある砂ですね。でこれを実際ね袋から出したのがこちらなんですけども、ちょっと黄色っぽいですね赤玉に比べて。だからこの見た目黄色さが盆栽に使う時好みが分かれるかも分からんですけど、ただこれですね赤玉に比べてねかなり硬いんですよね。こうグッとねグッと思いっきりさっき赤玉でこれ崩れた赤玉で力入れたらこういう風に崩れるんですけど、中にはね本当どないしても崩れる子と崩れない子がいる。崩れない子は全然崩れないですね。多少質の差は袋の中にはあってもそういう硬さがあるので、
ここは桐生砂のすごくいいところかなと思いますね。この硬いっていうのは。ほんで実際僕が今ここ木ちょんまげ付きのね木を置いてますけど、こっちが砂と石の粒の砂ですねと赤玉だけで育てた、種から僕が育ててる今黒松ですね。これ植えて多分2年ぐらい経つんですけど、はい、で片やこっちが石の粒の砂と桐生を、混ぜて育ててる、同じく種から育ててる黒松、はい、だからこっち両方の差はもう砂と桐生か砂と赤玉かだけの差なんですけども、実際ねこうちょっと比べてみて、それぞれ木によっても多少元気差は違うんですけど、これ年数ほぼ一緒なんですが、もう全然育ち方どれ見てもね、どれとどれ比べてもあんまり、この株は特に元気そうな感じですけど芽吹きがいいタイプでもあんま変わらないですね。これ3本だけじゃなくて他何本もこういうのをやって、何本ずつぐらいしたかな、20本か30本ずつぐらいしてで見てもね、どれもこんな感じなんですね。差が出るとしたら木そのものの元気の差があるだけで、はい、一応これ2年間植えて若い木なんで成長著しい時期にやっても全然変わらなかったという結果は一応うちではあるんです。まだ2年ではまだまだ足りないっていうことはあるかもしれないですけど、とりあえず全然もうどちらも遜色ない感じで、とはいえ世の中的には赤玉がっていうのがすごく強いのが今の盆栽の砂事情というか、はい、で今日の僕の結論最初に言ったんですけど、砂の差ではあんまり変わりませんねと、やっぱこう実際育ててみて思いました。で赤玉の方がねちょっと保肥性って言って肥料を保つ性質がちょっとあるみたいな感じには言われてるんですけど、これも肥料もね春秋とかやったんですけどちゃんと両方とも効いてるんで、桐生だからその肥料がちゃんととどめておけないっていうこともないなっていうふうには思います。一応結果を見てですけど、はい、で砂ではそんなに変わらない。で大事なのはこれちょっと今日は砂の種類の話ですけど、付け加えて言うなら大事なのはその砂の粒の大きさは大事だなと思ってます。だいたいやっぱ3ミリ前後かぐらいでちょっと粗いなっていうぐらいな方がいいですね。で水がスーッとかけられた水が排水溝からさらっと流れていくぐらいが理想です。だんだんね何年も経っていったら根が詰まってきてさらっとはいかなくはなるんですけど、それは自然なことでそう簡単にすぐに植え替える必要はないです。やっぱり1回植えたら 3,4 年はもうそのまんま、それぐらいですね。成長にもよります、鉢の大きさにもよりますけど大体 3,4 年ぐらいが一般的で、はい、でそうですね、今日赤玉と桐生はそんな差がありませんよっていうお話はしたんですけども、それに付け加えてサイズのお話もしましたが、種類はね他にも例えば鹿沼土とかね、あと日向土とかいろんな種類の砂はあるんですけど、それぞれね材質が違うんで、多少はその砂だからやりにくさはあるんですけど、育つか育たんかで言ったら多分どの砂使ってもね育つのは育ちますね。はい、軽石みたいなのは水かけたらふわーっと浮いてきてね流れ出てしまうって、そういう不都合があったりとかするんですけど、基本的には育つのは育つと思います。はい、だから赤玉でないととか桐生でないととか砂でないとみたいなそこまでは思い詰めずに盆栽植え替えるとかいう時は砂は赤玉以外使ってもいいですよと。世の中多分ねこれ調べ出したらねもう砂赤玉で桐生ちょびっとみたいなのが大概よく出るパターンなんですけど、その配合もねそんなにこだわらなくてもいいなというのが僕の個人の意見ですんで、あくまで参考にしてくださいということで、はい、ちょっと話がね重なったところもありましたけど本日はこれぐらいで以上ですということで、はい、
盆栽からしたらもったいない北谷温泉4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。